2, 1. Liftoff of the Falcon 9. Vehicles pitching downrange. Stage 1 prop is nominal. Stage 1 entry startup. Stage 1 is transonic. Stage 1 landing weird startup. Stage 1 landing leg deploying. Falcon 9 has landed. 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。今回のテーマは何だっけ？今回は民間宇宙開発の革命、イーロン・マスクとスペース X の物語だ。イーロン・マスク、テスラの人よね？宇宙もやってるの？ 2002 年からロケット会社スペース X を経営している。そして、誰もが不可能と思ったことを次々と実現してきたんだ。不可能なこと？例えば？ロケットを垂直に着陸させて再利用する。打ち上げコストを10分の1にする。民間企業が宇宙飛行士を宇宙に送る。すべて実現した。民間企業なのにそんなことができるなんて、どうやってそんなことを？それを今日は詳しく見ていこう。宇宙開発の歴史を変えた革命の物語だ。イーロン・マスクは1971年、南アフリカ生まれ。幼い頃から SF 小説を読み、宇宙に憧れていた。南アフリカ？ずっとアメリカ生まれの人かと思ってたわ。2002年、31歳の時、ペイパルを売却していた1億8000万ドルのうち、1億ドルを宇宙ビジネスに投資すると決めた。日本円で100億円以上？そんな大金を宇宙に？周囲は無謀だ、失敗すると言った。当時、民間企業がロケットを作ることなど考えられなかったからだ。でもなんで宇宙ビジネスを始めようと思ったの？マスクには壮大な目標があった。人類を火星に移住させる。地球だけに住んでいては、いずれ滅亡すると考えたんだ。火星移住？スケールが大きすぎるわ。でも、そのためには宇宙へ行くコストを劇的に下げる必要があった。当時、衛星を打ち上げるのに100億円以上かかっていた。100億円？確かに高すぎるわね。これでは宇宙開発が限られた国や大企業のものになってしまう。コストを下げれば、もっと多くの人が宇宙を使えるようになる。最初マスクは、ロシアから中古ロケットを買おうとした。でも交渉は決裂した。なんで決裂したの？ロシア側が法外な値段を提示したんだ。マスクは帰りの飛行機の中で決意した。自分でロケットを作ろう。自分で？そんな簡単に作れるものなの？普通は無理だ。でもマスクはロケットは物理学の問題だ。物理法則に従えば作れるはずと考えた。理論的には可能ってことね。2002年、スペース X 社を設立。当初は従業員わずか数十人の小さな会社だった。スペース X が最初に作ったのは、小型ロケットファルコン1だ。打ち上げ費用を従来より大幅に削減することを目指した。どのくらい安くなるの？目標は従来の10分の1以下だ。これが実現すれば、宇宙ビジネスが大きく変わる。しかし、現実は厳しかった。2006年3月、初打ち上げは失敗。打ち上げ25秒後にエンジンが停止し、墜落した。25秒？ほとんど飛んでないじゃない。2007年3月、2回目の打ち上げも失敗。ロケットは制御を失って回転し始めた。また失敗？大丈夫なの？ 2008 年8月、3回目の打ち上げも失敗。1段目と2段目の分離時に接触し、軌道に到達できなかった。3回連続失敗？もうお金がなくなっちゃうんじゃ。その通りだった。マスクの資金は底を突きかけていた。スペース X 倒産の危機だった。それからどうしたの？諦めたの？マスクは諦めなかった。最後の資金をかき集めて、4回目の挑戦を決意した。これが最後のチャンス。
従業員たちは眠らずに働いた。マスク自身も工場で寝泊まりした。2008年9月28日、ファルコン1の4回目の打ち上げ。全社員が固唾を飲んで見守った。ドキドキするわ。ロケットは順調に上昇し、1段目分離成功、2段目点火成功、そして、軌道到達成功。やったー、ついに成功したのね。民間企業として初めて、自社開発のロケットで軌道到達に成功した瞬間だった。3回も失敗して、4回目で成功。諦めなくてよかったわね。この成功で、NASA から15億ドルの契約を獲得した。スペース X は生き延びたんだ。成功後、スペース X はより大型のファルコン9ロケットを開発した。そして、誰も成功していなかった挑戦を始めた。何に挑戦したの？ロケットの1段目を垂直に着陸させて再利用することだ。ロケットが着陸？そんなことができるの？打ち上げ後、1段目を空中で反転させ、エンジンを再点火して減速し、地上や海上の台線に垂直着陸させる。1段目のロケットにそんな複雑な動きできるの？すごく難しそう。最初は失敗の連続だった。2013年から2015年にかけて、何度も着陸を試みたが、ロケットは倒れたり、海に落ちたり、爆発したりした。やっぱりそう簡単にはいかないわね。専門家たちは不可能だ無駄な努力だと批判した。でもスペース X は諦めなかった。2015年12月22日、ついにファルコン9の1段目が地上への垂直着陸に成功した。成功したの？信じられない。高度200キロまで上昇したロケットが、エンジンで姿勢を制御しながら降りてきて、ピンポイントで着陸台に降りた。まるで SF みたいね。これは宇宙開発史上の革命的な出来事だった。使い捨てが常識だったロケットを再利用できるようにしたんだ。スペースシャトル以来の快挙だ。現在、スペース X はファルコン9の着陸成功率 90% 以上を達成している。一つのロケットを10回以上再利用した例もある。10回以上も？じゃあコストも下がったの？打ち上げコストは従来の3分の1から5分の1になった。これで宇宙ビジネスが一気に現実的になったんだ。それは革命的ね。スペース X の次の挑戦は、宇宙飛行士を宇宙に送ることだった。民間企業が人を宇宙に？それこそ政府の仕事じゃないの？スペースシャトル引退後、アメリカは自国の宇宙船を失っていた。宇宙飛行士を ISS に送るのに、ロシアのソユーズを使っていたんだ。有人打ち上げはロシアに頼ってたのね。一人当たり約90億円も支払っていた。そこで NASA は民間企業に有人宇宙船の開発を委託した。2020年5月30日、スペース X のクルードラゴンが2人の宇宙飛行士を乗せて打ち上げられた。ダグ・ハーリーとボブ・ベンケンだ。まさか人も乗せて打ち上げちゃうなんて。民間企業が開発した宇宙船で、初めて人間を宇宙に送った瞬間だった。アメリカは9年ぶりに自国の宇宙船を取り戻したんだ。9年ぶり？あのアメリカがそんなに長く自分の宇宙船がなかったなんてね。クルードラゴンは自動操縦で ISS にドッキングし、2ヶ月後に無事地球に帰還した。完全な成功だった。自動操縦？宇宙飛行士が操縦しなくていいの？基本的には自動だ。でも緊急時は手動操縦もできる。タッチパネル式のコックピットで、まるで SF のようだと評判だったらしい。宇宙船内部も近未来的ね。現在、スペース X は定期的に ISS へ宇宙飛行士を送っている。NASA 以外の民間人も宇宙旅行ができるようになった。民間人？普通の人も宇宙に行けるの？料金は数十億円と高額だが、2021年には民間人だけのミッションも実施された。宇宙旅行の時代が始まったんだ。そしてマスクの究極の目標、火星移住のための宇宙船スターシップの開発が進んでいる。火星？本当に火星に行くつもりなの？スターシップは、史上最大の完全再使用型ロケットだ。高さ120メートル、100人以上を火星まで運べる設計だ。100人？めちゃくちゃ大きいじゃない。しかも完全再使用。ロケット本体もブースターも、
すべて着陸して何度も使える。そんなすごいロケットが、もう宇宙に向かって飛んでるの？開発中で、何度も失敗している。テスト機が爆発したことも何度もある。爆発？人を乗せるのに大丈夫なの？マスクは失敗は開発プロセスの一部だと言っている。素早く試して、失敗して、学んで、改善する。この繰り返しだ。失敗を恐れない姿勢ね。でもそんなことが許されるのはアメリカだけでしょうね。マスクの目標は、2030年代に人類を火星に送ること。そして最終的には、火星に自給自足できる都市を作ることだ。火星に都市？本当にできるのかしら？技術的には多くの課題がある。でも、20年前にロケットが垂直着陸すると言っても誰も信じなかった。今は当たり前になっている。確かに。不可能が可能になったわね。火星移住も、いつか当たり前になるかもしれないな。今回はこんなところかな。今回は本当に驚きの連続だったわ。イーロン・マスクとスペース X は、宇宙開発の常識を覆した。民間企業でも、宇宙開発ができることを証明したんだ。スペース X 以外にも、ブルーオリジン、バージンガラクティックなど、多くの民間企業が宇宙ビジネスに参入している。競争が宇宙開発を加速させているんだ。次回は何をやるの？火星に行けるの？だ。人類の火星探査の歴史と、移住の可能性について探っていく。火星、またロマンあふれる話が聞けそうね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。